斉にはい。一斉にはい。はい、よろしくお願いします。お願いします。マサ先生からこの教室はこのクラブ何かあったりして非常に優秀な人が来てさっきのね、かなりいいとし他の素晴らしい人がよろしくお願いします。お願いします。ですね、養子に関係ない、いろんなことたくさんのことで、よくある話で、親父に雷を落とされた、ね、でっかなことを来られた雷を落とされた。一回、養子間ですね、前座だったんですけど、シャワー浴びた後、ドライヤーで頭を間違って電気コンセントに触ってしまってバーンと飛ばされたことがあったんですが、全部抜いてるから雷落ちるってね、もうどんなことかっていうのをね、一生のうちのやつですね、3回見ました。でそのうちの1回が塩田先生に雷が落とされてました。ここに、竹野先生、師範代、ここに塩田近藤先生、私はここに座って、隣にあるんです。皆さんのようにこうやって座っている宴席ですね、前にあれ置いてあるんですね、食べるような。で、2時間ぐらいの宴会なんですが、館長先生がこうやって正座をしているわけです。館長先生があぐらをかくと隣もあぐらがかける。そうすると私があぐらを入れて隣もあぐらをかけるっていう、そういう順番なんです。で、館長先生が1時間ぐらい経ってにあぐらを戻ったんですね。そしたら谷野先生もあぐらで、やっぱりうちで生活っていうのはね、予知能力がないといけないので、何か嫌なことを考えしたんですね。で、僕は崩さなかったんですよ。何か嫌な予感がしたんで。そしたら、僕が崩さないから、安藤の仕方なく崩さないといけない。そしてですね、それから5分ぐらい経って、キャッと見て、患者先生がスッとですね、正座に戻ってきたんです。で、いろんな偉い人が前に来て、竹野先生、竹野先生とお酒がついてるわけです。竹野先生がいて、お酒をもらってですね、こう飲んで、いやってやってる。いや、待ってたと思った時にね、僕もこうやって正座するんですけど、酒だって言ったんでね、10年早いって言うようになったんで、でもこんなね、これを叱ってるんですよ。でもね、雷が落ちるってね、もう電気なんですよ。言語じゃないんですね。酒だっていうのがね、こんなのじゃないんですよ。もっとすごい。もう竹野先生、私、安藤、全員がポーンってね、こんなになかったら本当に大森真理教かと思うぐらいね、体があってですね、もう全員前の人はね、バーンってすっ飛んでた。いやー、すごいなと思いました。で、叱られた後ですね、終わって、竹野先生の車に僕とですね、安藤に乗って、走るんですよ。仕事はね、あれって大変なんだって竹野先生にね、もう舞い上がっちゃって、全部赤信号まっすぐ走ってで途中で行って止めるとぶつかるんじゃないかと思って、もう両親が帰るまで1時間全然もうね、とにかくぶつかんないようにと思って言ったの覚えてますけどね、館長の先生がまたね、電気みたいなわけなんですよ。肘当て呼吸投げでこうバーンってなんか飛ぶんですよ。こう当たったと思ったらパーンって飛んでるんですよ。そういう先生です。そんな話ですけどね、最近号泣とか言ってね、テレビで号泣ってほとんどとことこで号泣じゃないですよね。で、親父に雷を落とされた時も、そんな生ぬるいのバーッとかね、怒るとかいうレベルじゃないんですよ。電気だとタッっていうかね、タッタッタッってもうね、もうどっから出てくるか声が分からない。もう上から来たのかどこから来てるか分からない。ものすごい。だからやっぱり、明治大正の人の中にはね、もうすんごい気合の塊みたいな人がいるんだなと思いましたけどね。3回見たことあります。
もう一回はね、飛行場で見たんです。飛行場に200人全員が何にもしてない人がうわっっていうくらい飛び出るようなね、それもおじいちゃんですね。70代は多分絵描きかなんか思ったんですけど、僕がシャーッともうね、怒るって言うんじゃないですか。何言いたいかというと、川島先生の技は最終的にはもうあるね、電気的な技だったんですけど、言いたくて申しました。さて、一部と違って二部の場合はですね、ちょっとしてみてはい、はい、両手も知って技があります。両手持たれます。で、まあ、いろんな技をかけますけど、その両手も知ってるにちょうど分かりやすい技がありますんですが、はい、ちょっと座ってください。アメリカではですね、日本と違ってお見合いがないと、言い訳もないと言われますから、実はダンスをして相手を選ぶんですね。どういうことかというとですね、口はですね、あなたのことを大事にするって言ってもですね、行動においてそうじゃないとっていうと、ダンスしてるんです。やったら引っ張るわけですね。こっち来い、こっち来いみたいな感じ。それもう例えば30分やってるけど、不愉快になってくる。でも上手い人はですね、お互いの真ん中に重心を持ってくるから、なんかやっててもですね、なんかどっちが上手いのかわからないぐらいに感じになる。でもっとすごい人はですね、相手の軸に合わせて自分が動くから、全然こっちはこう踊ってる感じがしないぐらいに不愉快じゃないんです。それと同じことは、こう持たれて自分が何かをしようとすると来ないんです。でも真ん中を相手にするのは当然来るわけですね。真ん中で相手するからね。もう一回言いますよ。自分を中心に軸にして相手を引き込もうとするとぶつかっちゃうけども、こういう2人の銅像があるとすると重心は当然断然ここにありますよね。だからここを中心に動こうとすると相手って割と動きやすい。でもっとすごいのは、こう持ってれば分かりますけど、相手を軸に自分が動くから相手は全然抵抗しませんよね。自分に動かしてくれます。と同じく相手の方に入った方が簡単にこれで自分が持とうとすると来ない。でも真ん中にすると割と動かしやすい。さらに相手の中に入るとものすごい入ります。だからもう一度言いますが、まず両手持ちの練習の技の前の段階として、自分の軸で相手を持ってこうとする。自分を中心に真ん中、体重をかければ必ず重心がありますから、2人の体重をかけられるここになります。ここを中心に動かそうとする。もう一つは相手を中心に自分が動こうとする。相手を中心に動こうとすると、むしろ相手の方が崩れるんです。ちょっと2人でやってみましょう。はい、どうぞお願いします。はい、どうぞ。こうやってあとは相手が左にする。真ん中にすると相手を動かしてだけど、もっといいのはお名前のキーさんのキーさんってキーさんってその方が全然ちょっと真ん中は長いこう持って真ん中はダメですよ。相手の中にいた相手の中に相手に合わせる。はい、これが中に一回じゃなくてゆっくりやる。すいません。真ん中だと相手の中に入ってるから。どうもどうぞ。はい、もう一回やりましょう。簡単なです。はい、すみません。簡単です。
前も言いましたけど、固定返しっていうのがグッと握ってください。で、これ、グッと握ってやったらもう、なかなかうまくいかないんですよ。実験してみてください。いいですか？これ、いかない。だけど、こうまでいってる。こっち側から回ってですね、こういうふうに簡単です。同じですよ、もう一回いきますよ。これがこうなって、ぶつかるでしょ？こう来て、このまま来ると、このまま。ね、よく喫茶店で話すよりも、横のバーで並んだ方がいいっていうことを言いますね。気持ちがいつも同側じゃないといけないんですよ。相手とこの対抗だと思うんですよ。で、だけども、対抗だけど、向こうからと一緒の同側の気持ちになれば同じく取れる。これが、私と相手だと思うとぶつかるけど、向こうからぐるっと回ってる気持ちが持てれば、ちょっとやってみてください。はい、どうぞ。はい。現物に言います。現物に言います。これ自体がね、実はね、もう自爆してるんですよね。だってこれ以上に握れないでしょ。これを握ったら肉が入ってくるでしょ。限界まで握ってるわけですから。ちょっとものすごく無理が来てる。ここに、ここら辺ですね、大体。そこにちょっと当てるだけでも当てる。ここに来て、ちょっと当てる。もう握った時点で負けなんですよ。で、ここのところに大体ありますから、そこをヒューッと押すと倒れますから、グッと握ってもらったら、握ってもらったことが、館長先生や塩田先生が、どうしようかと、これは本当に力出るのかって言うんです。もっと力出るのかってガーッと出ると一番弱くなるんですよ。で、それと思いっきり握ってもらうと、弱いとね、逃げれるんだけど、思いっきり逃げられると、そこの点を当てられると崩れますから、ちょっとやってみてください。はい、どうぞ。はい。はい、ちょっといいですか。空手にね、いろんな握りがある。平行っていう握り方、鶏の口とか、これ何なんだろうと思って試合で使う人っていないんですよ。これと同じく、こうなってる時に全体で頑張っても頑張っちゃう。僕もその時傾向って言ってこう小さいことをピューッと聞くんですよ。ちっちゃいから聞くの。これを情報が多いと相手は傾向と対策が出てきちゃう。ぴょんとつっちゃうんですよ。はい。